都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。今週も屋根裏部屋からお届け。いや突然なんだけどさ、はい褒められたいと思うことある？あんまりないんです。いやそれがね俺もないんですよ。あんまりマスター褒められたいっていうの想像できないですね。あ本当？うんまあ自己満足が大事だから、やっぱ自分の中でこれをこれだけやろうみたいなことを考えて発生するのが好きなんだけど、どう？私も割とそうなんですけど、でも言われて嬉しい言葉はやっぱり応援してますっていう言葉は嬉しくないですか？応援してます。思ってないな。いやしてるってそん思なってないな。めっちゃ応援してる。言えば言うほどちょっと嘘っぽくじない。ゃあもういいよ、応援したらいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。鉄拳で大活躍中のお二人じゃないですか。お願いしますよろしくお願いしよろしくお願いしま。ますす。一人目のお客様はゲン選手。13歳でエボ2014準優勝など数々の大会で活躍。今最も注目を集めるトッププレイヤーの一人です。2人目のお客様はノビ選手。超攻撃的なプレーで国内外の大会で活躍。プレー以外でも講習会などを積極的に行うプロゲーマーです。改めてなんですけども、出会いについて伺っていきたいです。僕がまだ20歳とか19、18ぐらいの頃に福岡で鉄拳の仕事に行った時に、その現地のゲームセンターでなんか本当に体がおにぎりみたいな子がいたんですよ、ゲームやってる。それが弦で、あこんなちっちゃい子が鉄拳やってるんだなと思って段位を見たら結構段位も高くてっていうのが一番初めにまだ仲良くなる前の印象で、45年後ぐらいに弦が12歳ぐらいになった頃に、フィリピンに鉄拳の大会のイベントがあるから3on3で僕とその当時僕のまあ上司的な形でもある鉄拳番長って人と弦の3人でフィリピンの 3on3 の大会に行ったんですよ。でその時によく話すようになって大会の1日前に1人1部屋ホテルがある中で弦がピンポンとして僕の部屋入ってきて「のびさん」って「フィリピンにはお化けいると?」って言われて「可愛い。一緒に寝ていい?」って言われてあこいつちょっとこれ仲良くできるなと思ってそっから結構深くなりましたね。本当に個人的に僕はそれが覚えてます。まだ覚えてますか？覚えてますね。覚えて怖かます。ったなやっぱフィリピンの怖かった。確かなんでかわからないんだけど一人だったんですよ夜に。で隣にのびさんがいること知ってて、だから多分一人怖くて13歳とかだったんで、そうですよね。多分それでのびさんの部屋にその時は泊まったと思いますね。13歳でホテルの一部屋割り当てられたら寂しいですよね。寂しいし、初海外ですか？ほぼ多分まあほぼ初かも。そうですよね。ほぼ初海外ですね。それも重なって怖いですよ。時が経って、今はプライベートで例えば遊びに行ったりとかご飯食べに行ったりとかいろんな話したりとかしますか？ご飯食べに行くはよくあるんですけど、他に鉄拳以外のゲームやる時とかでも一緒にディスコードつないでやってたりとか、そういう関係ではあります。エイペックスっていうゲームをよく一緒にやってて、鉄拳オンラインチャレンジのマスター終わって1位と2位だったその日の3時間後に GG って言いながらエイペックスやってました。仲良し。お互いをどんな選手だと思っているか教えてください。俺が知ってる限りでは世界で一番その人の対策が早い選手。ここでボタンをいっぱいこすれば相手が動きにくいとか、なんかそういう相手が嫌なことをもう何試合かやってるうちにもうすぐやってくるような選手で、そこは間違いなく一番うまいなと思いますね。こいつはもう本当反応に任したわがままなプレイヤーですよ。とにかくその鉄拳プレイヤーが持っちゃいけないレベルの反応を持ってしまってて、その見てからボタンを押すまでのその視認してからのスピードが今まで反応がいいって言われたプレイヤーの中でももう格段に速いんで、それはギフト持ちって呼んでます僕は。ギフト持ち。生まれ持ってのギフト持ち。公式大会のオンラインマスターとコミュニティ大会のオンライン道場でランキングポイントを獲得し、ポイント上位8名が地域決勝に進出できる大会鉄拳オンラインチャレンジ2021。お二人に大会を振り返っていただきます。まあ本当に長い大会ではあったんですけども、本当一個一個のちっちゃい大会でも本当にポイントがやっぱ優勝すればあるので、
まあ一個一個の大会が大事なんですけど、やっぱこの最後のやっぱマスター大会が、はい、優勝すれば300ポイントということで、誰でも一気に1位になることができる大会だったんですよね。だからこそ、まあ、この大会は我々プロの選手みんな本当に大事だと思ってる大会でした。TOC 自体が、7月か6月か7月から始まって、約4ヶ月近くあったんですけど、今思えばあの大会本当に当事者からすると結構だるかったんですよ。週5大会やってわあ会社員みたいそうで 6,7 時間集中しながら、うちだって結構上位にいるので毎回そういうの待ったりして、体力的にもきつくなってきて、うわ結構この大会週5出てくるのきついなって思ったんですけど、今になってみればめっちゃありがたかったです。鉄拳をそもそもランクマッチする機会って今上の人たちって減っちゃったんですよ。最高段位に到達してあと何やろうっていう時にその練習にもなりますし、大会っていう緊張感を持ちながらプレーできるので。そうですね、その10月10日に行われた最も大きなポイントが獲得できる大会オンラインマスター、この大会で見事優勝したのが源選手、そして2位に輝いたのがノビ選手だったんですね。おめでとうございます。おめでとうございます。すごい。この大会が行われる前まで僕は、ずっと1位をキープし続けていて、絶対優勝してこのまま1位で本戦に行きたいなって思って、挑みました。正直僕とか源とかそのトップ4ぐらいにいる人たちはポイントは安定圏内だったんですけども、ちょっと源だけは落としておこうかなっていう気持ちはありました。狙い撃ちされてる。そうなんですよ。TOC 自体がやっぱりいかにしてこの源選手を破るかっていうところが見どころとしてやっぱ国内はあったわけじゃないですか。そのうち何度かノビ選手はね源を倒すっていうこともあったと思う。TOC マスターの前の大会2個俺源に勝ってるんですよ。でこいつもこのまま落として俺1位だなともらったと思って、もうそれ決勝の時点で結構ニヤニヤしてたんですけど、こいつキャラピック変えてきて、俺新キャラしか使わねえじゃんこいつってめっちゃいじってたんですけど、元祖のキャラ使ってボコボコにされたんですよ。最後にシャヒーンというもともと昔使ってたキャラを出してきて、それで戦ったんですよね。あれは完敗でした。いやでもその1個前の大きい大会、ケロットカップという大会で、最後のグランドファイナルの時に3先なんですけど2勝したんですよ。そこからリセットされて逆転負けされたんですよね。それで結構悔しい思いがあって、新キャラの結構対策がすごくて、やっぱ自分の元々のメインキャラクターで次は絶対倒そうって決めてたんで、この大きい大会でそれが実現できて嬉しかったですね。ノビ選手のこのスポンサー先であるヤマサがやったケロットカップっていう大会でノビが勝ったのはすごい印象に残ってますね。でも大体なんか自分のお膝元の大会でみんな勝ってるんですよね。全部勝ってます。ガレリアもそうですし、逆にやっぱり源選手はミクチャカップっていう自分のところのスポンサー関係のところの大会で優勝してる。なんだろうね、謎の緊張感あるよね。ちゃんと勝つのが面白いよね。俺だからケロットカップの時に源にもう先に 0-2 の状態取られてる時に、僕最後に一番昔から使ってるメインキャラのドラグの方を使った時に、後ろにいる山さんの偉い人から「もうノビさん遊んでるんですか?」って言われてそこから逆転できたんですけど、めっちゃプレッシャーあります。すごい圧ありますねそれ。そんなお二人ですが、総合ポイントでも源選手が1位、ノビ選手が2位で決勝進出が決まっていますね。おめでとうございます。そして日本の地域決勝リージョナルファイナルが今週末12月26日に開催されます。意気込み聞いていきましょう。この1位と2位には特殊なルールがあって、まず1位の方からベスト8に残った8人の選手を自分が当たりたくないなって思う選手を相手の方に投げれるんですよ。2つのリーグで戦っていくんですけど、最初、そのリーグをこの1位と2位の2人が作るんですよ。もう嫌なやつはどんどんそっちに投げていくっていう。すごい心理戦からスタートする感じですね。この人に結構負け越してるからあんま戦いたくないなっていう選手とか、いっぱいいるんですけど、そういう選手を自分は優先的にノビさんにあげるよっつって頼んだよっつってそういうのできたりするルールですね。上位2人が上がるんですけど、ノビさんは正直上がってくるかなって思ってて、自分も結構自信はあるので決勝でノビさんと当たりたいなっていうふうに思ってます。
そうもう今のうちから正直結構やり取りしてます。こいつ嫌だからあげるとか。もう今から本当に結構これって鉄拳のルールの中で初めてなんで、まあ、正直すごい楽しみです。はい、本当にその残り4人の中での最後のトーナメントはマジで今の日本で一番強いやつが決まる大会だと思うので、まあ、まだあと期間ちょっとは残されてるのでそれぞれの人の対策はしていこうかなって思ってます。はい、先日ご来店いただいたダブル選手とピンヤ選手も決勝進出していますが、その選手の中で気になる方はいらっしゃいますか？ピンヤに関してはチームメイトなんですけど、そうですね。本当に最近結構強いなって思ってて、結果も残せて、動き見る感じもさらに強くなってるなっていう印象なので。ノビ選手いかがですか？ノビ選手は注目というか。兼業のプロゲーマーの破壊王ってやつがいまして、土日とか基本一番結構ポイントが高い大きな大会とかも全部仕事が入ってて、あまり出る機会がなかったのにちょいちょい出てる大会大体優勝とかをしてギリギリ最後のファイナルの300の大会出ないで8位で通過してるんですよ。すごい。そうなんですよ。兼業でやってたあそこまでの強さ維持できてるやつってあんまりいないんで、そういう面ではすごいなとは思ってます。先日行われたレッドブル組手ラスベガスでゲン選手が優勝されました。そうなんです。素晴らしい。素晴らしい。はい。決勝戦は韓国のニー選手との熱い戦いでしたが、振り返ってみていかがでしたか？久しぶりの海外大会でしたし、やっぱオフライン対戦っていうもの自体、まあ、久しぶりだったんですけど、はい A グループと B グループに最初予選が分かれる大会で、その A グループに僕とアナキン選手と、まあ、ニー選手とブック選手っていう風に分けられたんですけど、正直こうめちゃくちゃきつくて、アナキン選手に関しては僕大会で1回も勝ったことなくて。あ、そうなんだ。アナキンっていうのはアメリカ最強プレーヤー。そうですね。ブック選手はまあアジアでもタイ最強タイのタイの英雄人って言われなんですけどてるプレイヤー。タイ最強の選手、最強いっぱい集まってますね。最強しかいないそのリーグはもう。うわ最後の韓国最強の2位選手もちょっともう本当に化け物レベルの強さ、で正直、まあ、2人上がれるんですけどちょっと結構自信はあんまなくて、なんとかアナキン選手とブック選手で2位選手には負けてしまったんですけど、2位通過はい一応できるようになって、で決勝戦は2位選手だったんですけど、おーで僕予選で2位選手に負けてたんですけど、リディアっていうキャラクターを使ったんですけど、このリディアっていうキャラクターが全然2位選手に通用しなくてボッコボコにされたんですよ。正直この大会に向けてリディアを仕上げてきてて、リディアが一番自信があったんですけど、もうそれがボコボコにされちゃったんで、まあ、ファーカムラムっていうキャラクターを使ってもう2位選手に勝とうと思ったんですけど、それが結構功を奏してなんとか5対3でまあ優勝することができました。わ素晴らしい。それではトーク以上にバチバチしそうな1位と2位の対決が見たくなってきました、お二人対戦をお願いしてもよろしいでしょうか？はいもちろんです。お願いします、はい。お願いします。2本選手制で対戦していただきます。ゲン選手 VS ノビ選手。目に物を見せてやります。いやまあこいつラスベガスだっけどっかの大会勝ったかもしれないですけど、ここで勝ったらじゃあ俺が優勝してたってことでお願いしますね。はい、わかりました。それは2人の方でやっていただいて、じゃあ、はい準備をして始めてください。キャラクターを見ていきましょう。どうなんだろう。まずはおっとゲンはリロイ。1P 側ゲンが選択したのはリロイ、そして 2P 側ノビが選択したのはフェンウェイですね。まずリロイは英春剣、という格闘技中国拳法を使うキャラクター。そしてこのフェンも、まあ、中国拳法ではあります。まずは開幕ペースを握っていくのはどちらになるか。リロイはカウンターを取る技に強力なものを持っている。逆にこのフェンというキャラクターは、まあ、今ではかなりパワーのあるキャラクター。ここは背面にしっかりと回り込んで、まずは現のリロイがラウンド選手。ここは嘘血抜けからの攻めに対してすぐさまトークラックジャンプ攻撃で、しかもコンボも完璧ですね。あのかかと落としを相手がダウンするギリギリで当てるとダメージを飲ませるというところをしっかりと決めていきました。ここでまとわりついていくのはノビか。おお、暴れている。今のように体力が少なくなると体力が赤く光ってレイジ状態になって攻撃力がアップしたり、まあ、強力な技を使えるんですけど、ここをゲンがしっかりと速い技を使って返してきますね。1試合目にいいリーチをかけたのはゲンのリロイ。懺悔賞カウンター。
こう近づいていくノビの動きに対してゲンがやっぱり一歩早くこう暴れて返していくシーンが多い。これをどうにかノビはしなくてはいけないが、なるほど。旋風脚運んで壁、おっとこれは坂目を狙ったんですけれど間に合わず、カウンターヒット、倒しきることができる。圧倒しました。まず1試合目はゲンのリロイ3ラウンド連取です。あれなんかちょっと緊張すんなこれ。え緊張している。なんでだろうな。ステージは選択できます。ノビのステージ選択権。Round 1 Fight しゃがんでいる、マジか。1点読み。上段攻撃をしっかりとしゃがんで連関寸形でコンボも完璧です。体力半分、大幅リード。ノビとしては小技で削っていきますね。このフェンというキャラクター小技非常に強力。壁から脱出することに成功したのはゲンだが、押し返していくぞ。でレイジドライブを使っていきます。レイジを消失してしまいますが強力。ワンツーで暴れる。どうだ、空振りを捉えたワンツー。なんとかラウンドを返したのはロビー。 Round 2 Fight 5番はおっと空振りをしっかり捉える。こうやっぱり前に出てくる子に技を置いておくのは一つ強力なんですけれども、それを一旦待って空振りさせてその隙を捉えるという透かし確定をノビもうまく決めていきました。下段攻撃に対してジャンプステータス遠く落、壁まで持ち込んでしっかりコンボ。ノビはレイジに追い詰められた。うまい。避けるパンチ、これに対してですねリロイの強力なさばき技があるんですね。登竜門という技で返していきましたね。ゲンが取り返して11。ここおっとちょっと遠かった。しかしここも両方と後ろに下がる構えを使って相手の技を回避してから反撃。ノビがペースを握りつつあるか。体力リードしているんで離れて牽制していくノビに対しておっとゲンのまたしてもカウンターを取る。ジャンプしてたストークラフを空中で捉えました。そしてここまで減らせる。遠いぞ。しっかりとちゃんと見てもらっていいかな。普段だったらね反撃入るんですけれども、壁があったせいでちょっと軸が大きくずれて反撃が空振りしたところをノビがしっかり捉えましたね。しかしここまで連続的におっと中段、しかしヒット確認はできずでした。さあほとんど体力の差はありません。体力半分の状況。攻め込んでからノビだが下段をガードするのはゲン。お互いに様子を見ながら両回電気。この棒は1回しか1試合中に1回しか使えないんですが強力。しかしこれはガードでノビがしっかりとしのぎました。中段下段、もうすぐレイジのノビ。これでレイジになったが総流も倒しきれない。残ったテッサから軸を戻し、ここでノビとしては壁を使うために軸をこうずらしていったんですけれども、しっかりとゲンが割り込んだ。これでゲンがリーチです。ラウンドは 2-2。 どちらこの試合取ることになるか。カウンターから10連コンボ、壁に追い詰めたのはノビでしたが投げを抜けさせることで位置を入れ替えるというゲンのトリックプレー。しゃがんでいる連関寸形。コンボはジャブからひっくり返して置き攻め。中段はよく立った。足元下段で崩したのはゲンです。空中ヒットしっかりとアドリブ。壁にはいかない。攻めから攻めるノビガードしている。しっかりと誘って甘えよ。甘え。こんなやつがあの大会優勝したとは思えない。1対1で迎えた最終ラウンド。勝利はどちらの手に？最終決戦ステージを選択したのはゲン。はい。形としては長方形になってます、長い辺と狭い辺がある長方形ステージ。壁はあります。今はこれ狭い辺ですのですぐ壁に行く。ですのでこの攻めの強さを生かせると言っていい。横まで背後まで回り込んで投球ラックを浮かしていったのがノビです。そして背後からなのでテッサまで確定。レイジに追い詰めて攻めていくノビ。削り取っていきます。ローキック。やはりこれだけ体力差がねつくと鉄拳早技多いんで見てからガードできない。おっとここも最初で取っていったのはノビです。出し切りあえていく。壁が近い。そこをしっかり下段で崩していくのはゲン。中段下段2択に成功。ここは反撃。
レイジの伸び、レイジドライブつく、軸を戻しつつミスになっている。伸びくローキックワンツーから崩した。コンボがちょっと最後決めきらなかったところをしっかりとゲンがその隙を見逃しませんでした。空振り、いい打ち OK、 お互い崩れている。カウンター、テッサからのぐるんとスパイラル。しかし左に横移動を避けてからの同流転生を浮かせ技、壁までできるか。壁近くまで行きました。中段ガード、下段を返す。接近戦連関剣残る牽制キック、なんとかしのいだ。伸びどうする、ジャブ投げをしゃがんでから、これでゲンがまたしてもリーチ。伸び追い詰められました。反撃うまい。ここはしっかりと空振り捉えて壁までいけるか。運んでいる、見事壁まで運んだ。体力半分ゲット、投げは抜けている。ここはテッサカウンターヒット、伸びがいいペースです。小技で攻める、カウンターを取りに来るリデス・スンケもガードして、あるよ、パーフェクト、これで2-2。あるよ、フルラウンドウルセットもつれました。開幕はやはり小技削り合いになっていく。狭い辺に移動しています。空中ヒット、まずセンター伸び、しっかりとアドリブでつないで壁コンボ、攻めが続きます。中段、これはガード、テッサーはガードしている、浮かしている。よくテッサーに対して連関寸形叩き込みました。追いつきを追い越したのはゲン、しかし伸びが返していく。接近戦、中段しゃがんでしまった。そのまま倒しきった。ゲンの反応を利用する中段、よく指見てください。めっちゃ震えてる。エキシビションマッチ勝者のみ。いや、こういうことなんですよ。どういうこと。出なくてよかったな、俺。あの大会よかったね。おめでとう、優勝。以上です。惜しくも敗れてしまったゲン選手、いかがだったでしょうか。ちょっと遊びすぎたのもあったんですけど、でも最後自分が一番苦手な技で、モーションが下段モーションとめっちゃ似てる技があって、でもこれ食らっちゃうとコンボに行かれるんですよ。中段なんですけど、これをね最後の最後で打ってくるのは本当性格悪いですね。ゲンがあまりにも反応が良すぎるので、普段の普通の人なら見えない下段が見えちゃうんですよ。でそれに途中で気づいて、同じようなモーションの中段技はゲン絶対引っかかっちゃうんで、そこに行くまでずっと試しながら打ってて、これ最後絶対当たるなっていうのの差し込みです。なるほど。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、各駅サメ順、本日も閉店のお時間となりました。音羽さん、いかがだったでしょうか。トークはもちろん、試合がフルラウンドフルセットでめちゃめちゃ見応えがあって楽しかったです。ありがとうございました。久しぶりの収録で本当楽しく終わることができました。また、大会たくさん優勝してまた呼んでもらえるように頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。僕たちは12月26日の TOC がとりあえず今年ある最後の一番大きい大会なんで、もうそれに向けて皆さん全力で調整してるので、鉄拳が今日本で一番強いやつが誰かっていうのを決める大会になると思うので、ぜひ皆さんご視聴ください。ありがとうございました。ということで、今夜の格ゲー喫茶アメ順、お客様はゲン選手とノビ選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。次回ストリートファイター5チャンピオンエディション特集、佐古選手、時田選手、竜星選手がご来店。お楽しみに。